はい、というわけで今回は中間市消防本部さんの救助工作車を見せていただきたいと思います。今回は救助隊の宮城さんの方に案内をしていただきたいと思います。中間市消防本部救助隊の宮城です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮城さんは救助隊は何年目なんですか？救助隊は15年ですかね。はい、15年目、はい、すごい、めちゃくちゃ大ベテランですね。今までもたくさんの救助行ったと思いますけども、この中間市消防本部さんの管内で救助出動ってどのくらい合ってるんですか？多い少ない年はありますけど、だいたい平均10件から20件程度ですね。そうですね。どんな種別の救助が多いんですか？一番多いのは救急出動に付随する住宅の全部施錠されてるんでっていうのが一番多いです。それで以外で言うとやっぱり、高速道路とか走ってないですけど、交通救助は当然ありますし、その目の前一級河川の遠賀川であったり、あとは農業工業用水路に関して水難救助も当然ありますし、あとは昨年で言えば雑木林で斜面を引き上げ救助とかですね。あとはトラックのユニック使ってて横転しちゃって人が挟まれたとかいう出動もありましたね。じゃあもう本当多岐にわたる出動が結構。そうですね。中間市自体すごいコンパクトなんですけど、市街地も農地も工業地帯もあとは自然もあって、それをギュッとまとめたようなところなんで、すごくいろんな活動が想定されてますね。そういうことですね。水難救助の話が出たんですけど、水難救助隊もあるんですか？救助隊で兼任しているような、これで行くかボートの車両が別であるんですけど、それに乗り換えていくかみたいな感じで。そうですね。重装備も持ってるんですか？ウェットかドライに PFD。うちは潜水することはないんで、水面だけで活動は考えてます。わかりました。そんな宮城さんとですね、この救助工作車を見ていきたいと思います。よいしょ、出ました。なんかこのゾーンは何系の資機材とか決まってるんですか？そうですね。もうメインで使うのは交通救助資機材が全部こちら側に入ってるような。じゃあもうこっちはもう交通なんですね。そうですね。もうこっち開けたら交通救助っていうイメージで、確かに若い隊員があれどこにあるかなとかならないように、多分この辺ぐらいな感じですぐ開けて分かるような。これって結構大事なんですよね。ジャンルごと分けておくっていうのがですね、やっぱさすが中間市消防本部さんですね。あとこれは何ですか？木の。おおすごい。クリブ材がめちゃくちゃいっぱい乗ってますね。奥までぎっしり乗ってるんですか？そうですね。鋳型3段を2セットは組めるぐらいの量が入ってます。ここにマット型のそうですね。空気ジャッキ、これ最高50トンぐらいの。はい。マットによりけりなんで、使い分けて。でもじゃあこれなんですか？電気自動車関係用の絶縁工具が入ってますね。電気自動車。通常の車両でも使用することあるんですけど、全てこれは絶縁工具になってます。今ですね。ですね。検電機か。検電機があって、全てのツールが絶縁対応になってる。そうですね。今EV 車とかですね、ハイブリッド車いっぱい増えてますので、中間市消防本部さんも結構そういう電気自動車系の事案とかはありますか？いや、そこまで今のところはまだないですね。やっぱりまだ数でいうとガソリン車の方が多いんですか。今からでも増えていく可能性はありますからね。間違いなく増えてはいきますんで。ここにラムシリンダーと、下に結構でかいスプレッダー、大型スプレッダーやな、これ。ここに大型のスプレッダーカッターがありますね。で、これはラムのサポートになってますね。そうですね。はい。この間、鳥栖宮城さんでやってました。見てくれてました。ありがとうございます。なんかいろんなタイプがあるんですよね、これもね。で、ここで、エアバッグセーフが。ルーカスの製品なんでまとめて一緒に入れてるみたいな。なんか、ハンドルとかの。ピラーのかぶせるやつも絶対入っとるぞ、多分。ですね。これはハンドル用と助手席用と。違った。これ助手席用ですね。こんなんあるの？助手席は覆えないんで、これでそうなんだ。助手席のダッシュボードの付近のやつが、そうですね。これでカバーできるんですね。ありがとうございます。これがエアバッグセーフティーって言うんですか？はい。セーフティーエアバッグとかエアバッグセーフとか言いますけど。いいですね。やっぱパッとこっちは交通事故用というふうにしとけば、やっぱですね、この現場もね混沌とする時があるので、どこやったっけってならんようにまとめて、もうこれは多分導入の時からですね。そうですね。もう安永課長がこだわって作られたんだと思いますけども。と、小倉もあるんですね。小倉も合ってますね。
小倉だと電動ですよね。はい、ちょっと古いタイプなんで、ウィーンってはい、ビーンの油圧機。ちょっとこれあそこが小さめの小回りが利くやつです、ね。小回り利くですね。これは何ですか？マ式フォース。これが空気型のマットジャッキの他のパーツたち。マ式フォースって言うんですね。へえ。初めての言い方。お。そして画像探査装置と水難救助機。ここなんか見てみたいですね。見てもいいですか？はい。フローティングロープと。フローティングロープ。これだけね、あっち見てもらったら分かりますけど、めちゃくちゃでっかい音楽側が流れてるんですよ。YouTube。お、これはなんだ？これはすごいのが出てきました。なんか。これって何の資機材なんですか？狭所にカメラ突っ込んだりとか、あとは水難で沈んでるものを検索したりとか。陸上でのマイクは中入ってるんです。車両の中ですけど。棒のタイプですか？そうです。長いやつ。はい。で、先端がここにそうです。そうです。それは陸上用。防水なんで、それも突っ込める。そういうことですね。はい、このクニュッとすると防水のタイプがあるんですよ。これは結構気筒式と一緒みたいな感じやけど、ここら辺がやっぱ違う。2つありますけど、どう違うんですか？ソナーとして使うやつとカメラ映像を映すやつ。そうなんだ。これで要は要救助者を先に探してそこめがけて潜ったり狭所空間に入っていったり、ということですね。画像探査機です。ありがとうございます。はい、それなんですか？縄ばしごですね、いわゆる。縄ばしご。これだけ直すところ、はい。縄ばしご。ウェビングテープみたいな素材だ。ウェビングテープのはしごです。こんなんあるんですか？今知らなかった。コンパクトなんで。いいっすね。普通のワイヤーはしご重いじゃないですか。そうですね、はい。これだと。おお、すご。こんなどう設定するんですかね？ここにカラビナつけて。ここか。ここれカラビナつけて、ここに足掛けて登っていくということですね。結構長さもありそうですね。そうですね、これ。今こういうのがあるんですね。知らなかった。で、この箱はですね、おそらくパワーサプライも入れとった。流用してます。ね。これはもうあるあるなんです。この箱ちょうどよかやんっていうのがあるんですよね。シンデレラフィット大好きです。そう。ここにこれピシャイ入れやんみたいなのが各消防車両には存在するんですよ。ここのですね、大塚さんが挙げられていたインスタを見ましたけど、やっぱ急流救助にもね力を入れておられて、これだけでかい川があるとね、水難事故もやっぱ怖いですね。お、ウインチ触れていいですか？はい。ウインチがありますね。ウインチ。リアウインチもあるんですかね？いや、後ろはついてない。ついてない。フロントウインチが5トン引きがある。ことですね。かっこいいですね。このね、顔がかっこいい。これもやっぱり安永さんこだわりの。こだわりの。上にね、このライトも7個ついてるのか。わ、レスキューが反対になってる。これだから90ってことですか？いや、これは09ですね。これは09。はい、これ無線の故障が。じゃあここだけが反対になってるんですね。はい、両方つけます。両方？本当だ。ファイヤー。これが60ですか90ですかになるんです。そうですね。いや、ここを普通通り09。そう。するのが嫌なんで。そういうことですね。いやもうこの流れやったら90でも1と3やったけん1桁かなとか思いながら。でこのままこっち側に。はい。お、ここは何があるんだ？エンジン関係が必要なのと、はい、後ろにさっき言われたけどウィンチないんでシルホールを後ろに。そういうことですね。はい、であとはハンマードリルとか送配風機ですかね。そうですね。はい。とこれチェーンソー、根切りのやつと、根切りチェーンソー、上はエンジンカッター。エンジンカッターも。あれなんですか？レスキューフォース。弁慶、うちで言う弁慶だじゃん。レスキューフォースって呼んでるんですね。商品名がフォースのレスキューツールかなんかで。そうなんだ。でもなんか若干違う。これは缶切りみたいな感じで。そうですね。ここ伸びるんで。ストライカーみたいなどっかにこれをこうしたらこうですね。でこれでガンと破壊できる。じゃあこの車両の鉄板とかいけます。切れるんですかね。これで。ここ持ったら絶対ダメですよ皆さん。こうなりますからね。良い子の皆さんここを持たないでください。ここを持って貸してください。かっこいいな。いっぱい使った跡ありますね。でここがロックですね。ロックよし。平成28年に入ってますね。しっかり備品のチェックがしやすいように備品シールが貼っております。で空気ボンベですね。空気ボンベはこれは6.8か。
ですね。6.8 のボンベが乗ってますね。これって充填器があるんですか？うちでやってます。これ多分業者出した後ですよね、これは。そうですね。最近充填器が入って、それまでは業者にお願いしてたんで、まだ残ってます。そうなんですね。ちなみに最低充填圧力とか決めてますか？今25でやろうっていうことで全部。そういうことらしいです。29.4 で 6.8 で最低充填圧力が25で統一されていると。で、これはまあ29入ってますね。はい、今もう間違いなく。業者出しの後があります。これも間違いなく。これもですね。上げてます。はい。これはパンパン入ってます、皆さん。指もめにしとった方がマシですよね。中したら点検の時になくなってしまう。はい、これは残りほぼロープ関係ですね。出ました。仲間といえばですね、仲間レスキュータスクフォース NRT。今回グリーンプジャパンにも出られるということで、頑張ります。宮城さんも出られるんですか？すごい頑張ってください。このロープレスキューですね。見てもいいですか？全然。やっぱどんな感じのこだわりポイントといいますか。20m 級のハイラインはここで完結できるよっていう資機材を入れて、それできたらうちの管内である災害に関してはほぼこれで事足りるかなっていうぐらいの積んでます。もうなんかね、このもうバック見た瞬間に分かりますよね。うわー、全部 100m ロープなんですかこれ？いや全部じゃないですね。100が2本と、あとは切ってる分で50と、コンパクトの方が使いやすいところもあるんで、うちでその 100m いる場面っていうのがなかなかないんで。そういうことか。こっちはだから50、50ですかね。そうですね。短いのとこれは100ですね。へー。これやっぱ一番ストロングポイントなんですよね、多分仲間消防さんでも。ここに周りにカラビナとこれだけ視点取るようですか？そうですね。はい。アンカー用の。でクラッチじゃん。クラッチ、はい、クラッチか。クラッチがありますね。クラッチがそことそっちにもですかね。クラッチが2機、このエッジガードがありまして、ここにプーリー関係、スイベルプーリーがあると。だからもうこれが一つのセット。そうですね。もう数しっかり揃えて。へえ。例えば転落で引き上げってなったら、なんかもう決まってるんですか？これがアプローチのラインでみたいな。そうですね。大体クラッチがついてるのが引き上げ用になってくるんで、それ以外のこっち使いながら先に懸垂線垂らすとかいうような感じで。これとこれで引き上げのシステムを作る。別のアタック用。アタック用。予備もあるし。それ以外のこのガチャモンだけが入ってるバッグとかはないですね。はい。あとは個人装備でいうと、ここに ID とアサップとアイデアサップアッセンション、カウズテール。カウズテールがあるんですか？ここにもあるね。ハーネスは上に2着入ってます。で救助隊員は基本ハーネスを1人1着対応されてるんで、自分の分を着て、救助隊員じゃない人間がここにあるのを着れて、ここから取っていけるようにっていうふうに。じゃあ宮城さんのもうハーネスは別に甘いハーネスは別であります。でそこにはもうアサップとかついてるんですか？当然自分の分はついてます。そういうことです。連隊も個人対応だし、フルハーネスも個人対応。そうですね。でもそれが普通なんですよね。結局自分の命を守る装備品はやっぱ個人対応がいいですよね。愛着も分けますよね。そうですね。メンテナンスもちゃんと自分でするし。ここにあるのはあくまで救助隊以外の方が使うときに。救助隊以外の方もロープレスキューできるようになってるんですか？皆さん技量的に。どうですかね。ある程度登ったり降りたりとかぐらいはできるように。あとはもう引くとこを一緒にしてください。僕たちが降りてあげてきますんで。そういうことですね。素晴らしか。でアリボーもあるんですね。アリボーもある。アリナボーテックスと水打ちも一応乗せてる。はい。ですね。とフルハーネスさっき言われた。とエッジガードといろんなロープ系。20m のロープと、あとは要救用のバックタイですね。これ要救のヘルメット。要救のヘルメット。これ何ですか？ピタゴールが入ってます。ピタゴール。ピタゴールとサバイバー。サバイバー。そうですね。容態に応じて。そうですね。使い分けて、あとは単価ですとですね。すごい。これもね、もうレベルの高さがもう伺わせますね、本当。グリーンプジャパンはもうまた別の資材で出られる。そうですね。もうちょっとロープ持っていかないとさすがに足りないんで、全部100ずつでっていう感じですね。グリーンプジャパンは。頑張ってください。めちゃくちゃ訓練してるのが分かる色合わせの具合ですね。そうですね。もう汗と。これ何ですかね？これはハイドレックス。おりゃ。これはなんだ？車両火災用の若干水積んでて、高圧噴霧放水がある。水入ってるんですか？はい、後ろに。救助工作車で水120リッターですよ。120リッターで、高圧で噴霧で薬剤混ぜながらできますよ。そうなんだ。なんとこの救助工作車120リッターの水が備えられてました。で
これをさっきの高圧のこのピューってするやつで車両火災とかは対応できると。警戒須崎要員でもいいですよね。そうですね。普通に車両交通事故の救助火災とかで後から出火することもあるんで、その時にホース持ってこいじゃなくてもそこからここからできると。これもしかして泡ですか？はい、泡出ます。泡も出る。普通の水も出るし泡もいけるみたいな。切り替えで切り替えでできる。へえ。すごっ。こういうことがあるんだ。わかりました。ありがとうございます。で、今回の見どころですね、ここ。皆さん見てください。歌舞伎テールでございます。これは夏木さんが大好きな歌舞伎テール。皆さん、夏木さん見てますか？ここが一番の見どころでございますね。ありがとうございます。これ何ですか？タンク内水温調整。さっきのハイドロックスの水、温水にできる。もしかして除染ですか？除染までは当時多分考えてはなかったですね。もともと標準でついてるんですね。北国用で。ステンレス製のタンクだから冷たくなっちゃうんですね。はあ、そういうことか。で、後ろにこのシャックルとかがついてまして、はい、これ何ですか？ターフボードみたいなやつですね。レスキューボード。はいはい。わ、なんかよく見るやつだ。はい、ライフセーバーが。ライフセーバーがよく。すごい。これ乗せてるところあんまりないじゃないですか。ちょっとこれ裏返してもいいですか？ちょっと待ってください。フィンがね。はい。これよくライフセービングの動画とかで見ますよね。パドリングで行くんですか？そうですね、もうそこなんでつけて、さあとりあえず要求確保。ちょっと驚きの連続ですね、今日は。わかりました。ありがとうございます。じゃあ直します。はい。で、さらに後ろにここに3連があるんですね。はい。ここに3連がある。これ3連があって、ここに鍵付きですか？これ鍵ですね。3連と鍵付きがここに乗ってるんだ。ではなんかもう多分すごいのが乗ってるんだろうな、これ。これって何ですか？ここ単価ですね。みたいです。やっぱね、ロープレスキューが盛んなところの単価はやっぱ見たいですよね。単価とスクープ。見ていいですか？絶対ブライドルついとるやろって思ったらやっぱついとるね。これですよ、皆さん。日本トップクラスの単価がこちらでございます。いいですね。もうだからあらかじめここまでブライドルとこの引き上げ用の吹き込み用のウェービングをつけられてますね。足側はもう縦吊りとかできるようにもハズテック風量もつけられていると。これですよ、皆さん。こっちにも一応調整できるようにブライドルですね。ここでツーテーションでこう来たとして、宮城さんの海沿いはどこにするんですか？海沿いは単価につくんだったら自分のロープをここにかけてあげて、単価の下で。あと一つのポイントはどこにつけるんですか？あと一つはロープに余長長めに取ってて、ここにアサップかけたり。そういうことですね。ロングテール。ここロングテールしてます。2本あるですよね。どっちも大体ロングテールはしてるんですけど、ロングテールに自分の ID かけるか、自分が移動することがないんだったらカーズテールとかってかけるか。そういうことですね。よく考えられてますね。やっぱすごいわ。見てみましょう、この角度を。見てください、皆さん。世界一いい角度です、これが。これが中尾消防部さんの角度でございますね。訓練されているのがよくわかります。頭がね、下がると怖いんで。で、これがあれですね。折りたたみです。折りたたみ式のやつですね。そういうことか。これトスの消防本部さんはここに排気ホースしてましたね。ギューッとしてこう入れて擦れないようにされてましたね。いろいろなやり方がありますね。ありがとうございます。素晴らしか。これが日本トップクラスのロープレスキューチームが在籍する単価ですね。いいもの見れました。もうここで一周したっすね。すごい。じゃあ最後皆さんお待ちかねかっこいい開き方をする車内を見せてもらってもいいですか？ちょっと待ってください、宮城さん。これ何ですか？これ仲間のエンブレム？そうですね、うちのワッペン。これってなんか特徴的な形してますけど、どういった？仲間市にはカッパがいるよっていうお話があって、ゆるキャラで中っぱっていうのがあってですね。でその中っぱをかたどって市の花であるコスモス横に配置しているような感じ。市の花っていうのがあるんですね。でこれがコスモスなんですね。お皿のところが漢字の中で、顔が愛だという字で、これ仲間になってるっていう。確かに、これ言われんと気づかんですけど、このゆるキャラの中っぱくん自体が漢字の仲間になっとると。これは誰かが考えたんですか？エンブレム自体は安永がデザインしたんですけど、じゃあこのエンブレムは
安永さんが。安永デザインです。ちょっと安永さん少し映ってもらいたいんですけど、今回ですね、消防士 TV の窓口になっていただいた安永課長さんでございます。よろしくお願いします。驚きポイントずっと出てきたら全て安永がって皆さん職員の方に言われるんですけど、はい、結構車両を作られて長いんですか？平成28年からで担当としては10年かな。10年でこの車両も携わられたことですよね。もちろんこれが1代目です。1代目1代で、この新しいタンク車ももちろんこれ以降は全部救急車も含めてそういうことでございます。でちょっとさっきの休み時間中に話してたんですけど、もう全て知っておられます、消防のことを。そんなことはないです。すごく物知りな方で、ちょっともうお話が尽きないところでございます。ここまで見た中でなんかこだわりポイントとか裏の話とかあったりしますか？これの時はもともとうちが平成4年に寄贈の救助工作車だったので、中間市の消防本部としては救助工作車初めて作るっていうことになって、はい、で平成25年にプロジェクトチーム各ブースセクション救助隊とか、車両整備しようというところで集まって始まったのがこの。そうなんですか。だってこのワッペンにもありますけど、今中間市消防本部始まって60周年なんですよね。60年の中で初めて作られたのがこの救助工作車ですね。そう、救助工作車としてはこれが、そういうこと。自前設計はこれが一番。そうなんですね。じゃあ本当に思い入れも詰まって、ね、しっかりこだわり抜かれたところで、すごいですね。ですね。ありがとうございました。すいません。じゃあ最後出ましたよ皆さん。ここ勝手に開くんですよ。じゃあ入ってもいいですか？はい、どうぞ。失礼します。ちょっと肉離れ首都圏がゆっくり開く。うお、すごかすごか。うわ、どういうこと？あ、いいです。ここがフラットになっとる。すごいですね。見たことない設計。ここがもう行き来できるんですよ。このタイプもう珍しくないですか？こういうあ、そうなんですかね。前に行けるなんて。こっからこう行けるんですよ。はい。へえ。じゃあここですね。まずは空気呼吸器、はい。埋め込み型でしっかりありますね。で3体。ここは今乗ってないんで、ここはい乗ってないのか。うちが9個3名運用なんで、呼吸器も3人分。あとは助手席に隊長用のがセットはされてる。そうなんですね。3名運用なんですね。でもう4人いても3人しか出ていかない。4人いることがないです。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんだ。じゃあもう3名ってことですね。これは面体でもないですよね。これはロープ関係です。ちっちゃいスリングとプル軸が中に入ってる。検索とかちょっとしたのに使えるってことですかね。はい、へえ。ホースがここにもいろいろある。さっきのハイドレックス用にポンプ車から補給できるようにここにホースとストップバルブ。ああ。そっかそっか。補給をするためのホースですね。はあ、よく考えられとる。レスキューマックス。レスキューマックス。なんですかそれ。救命策発射。おうほうほう。空気式かな。はい。あの大きさだったらパチンコじゃないろ。そうですね。パチンコは上に乗ってます。上にもあるんですか。はい、へえ。トスミヤキさんで。あ、と一緒のやつですか。同じものですね。レスキューマックスって言うんですね。これ、ああ、これか。はい。はいはいはい。救命策発射銃。おお、これか。これはだからボンベを動力としてやるんですかね。これがもう高圧になっててバルブを開放してあげて打ってあげるですね。要はこの中洲球場とかですね、結局ラインを入りたい時に一番最初にこれで小さいロープを送ってあげるですね。でこれプラスこのパチンコタイプのやつもあると。距離によって使い分けたり。一番得意分野ですよね。そうですね。中洲球場、ハイライン球場は本当仲間の皆さんはすごいと思います。わかりました。ここに乗ってるんだね。はい、救急の応援が PA じゃなくてこの車で出ることが結構あって。そうなんですか。はい。救助隊が応援に行くっていうのは結構多くて、その日の人間がもう差し子を積んでてヘルメットとかここに入れてるっていうような感じですね。で皆さんは感染防止着を着て、救急としてそうですね。帰り際に救助とかあったらここで着替えてっていう形ですね。火災も行くし、救助も行きますよね。ガス検とかあったじゃないですか。はい、シーバン系の資機材もあるんですか？
A タイプとか。A タイプは受付に置いてます。この中じゃさすがに載せれないんで、受付でカーテンできるようになってるんで、そこで切れるようにはなってます。じゃあもう C 版球場も対応できるように他のところにあって、かかったらそこから持ってきて。そうですね、そこから持ってきて。だからもう本当水難で、もちろんロープレース級系で交通で C 版閉じ込め系の建物系もですね、もう全てそうですね。出ていかれるってことですね。わかりました。本当何でも屋さんっていうかですね、小規模だからできないじゃなくて、自分たちでできることを探して訓練をされているってことがよくわかりますね。はい、ということで球場工作者宮城さんの方に案内していただきました。本当にありがとうございましありがとうた。ございました。感想としては一つ一つにこの意味があるような配置をされているなという印象でした。本当にやっぱいろんな事案に対応するために、そして3人で出動するとそうですいうことで、本当少数精鋭である仲間市消防本部の救助隊だなというふうに感じました。私たち救助隊は絶対に助ける、諦めない強い救助隊になるために日々訓練をしています。皆さん私たちを頼っていただいてですね、大船に乗った気持ちでいていただけるといいかなと思います。ただですね、災害で遭わないことが一番いいので、そこは日々のですね、事故に気をつける、災害に備えるっていうのをやってもらったら本当に嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こわもてがですね、いっぱいいますけどいやいやいや、もうめちゃくちゃみんな優しい人たちで、人命救助だけでなく要救の心も助けようっていうところで優しい人間ばっかりですんで、気軽に声をかけていただいて、消防署にでも各種イベントに出店している時にでも来てもらって、消防車見せてください、救助工作車見せてくださいっていうふうに言っていただけると僕たちも嬉しいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで宮城さんに会いたい人はですね、仲間市消防本部さんの方に来てください。なるべく現場に遭わないように、はい、皆さん救助事故に巻き込まれないように気をつけていきましょう。ということで以上、仲間市消防本部さんの車両見学でした。ありがとうございました。ありがとうございました。映してもろてこっちはありがとうございました。ありがとうございました。